皆さんこんにちは。漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学に基づいて解説し、苦手を克服しようというコンセプトでお伝えしております。海外の方は英語字幕を用意していますので、設定から字幕をオンにしてご視聴ください。私の簡単なプロフィールはこちらになります。個人的な美術解剖学の勉強をまとめて、その勉強結果を Twitter や Pixiv などで無料公開しています。そしてさらに詳しいまとめを Pixiv ファンボックス、パトレオンという月額のクリエイター支援サービスで有料公開しています。今回はその中でいただく質問、美術解剖学って何？学ぶ必要はあるの？という疑問について解説をします。ウィキによりますと、美術解剖学とは主に人体を中心とした生物の解剖学的な構造を美術制作に応用するための知識体系という、とにかく難しいイメージなんですよね。そこで今回の動画では以下のポイントをまとめました。1、美術解剖学は必要か。2、ポーズ人形で十分じゃない？3、美術解剖学を学べば絵は上手くなるのか。4、美術解剖学はハードルが高すぎる。5、筋肉の名前を覚える必要はあるのか。6、骨を覚える必要はあるのか。この6つの疑問について一つ一つ解説をしていきたいと思います。まず1つ目の疑問、美術解剖学は必要か。これは結論から言うと、人による、または絵柄によるとしか言えません。実際に漫画家やイラストレーター、アニメーターの仕事で美術解剖学を学んでいない人たちはたくさんおり、美術解剖学は必要ないという人もいます。特に漫画は絵じゃないってよく聞く文言じゃありませんか？私自身も美術解剖学は本当に絵がうまく、才能のある人だけが学ぶものだと思っていたので、長年避けていました。いえ、実際には一度挑戦したんです。こういったポピュラーな筋肉図を模写し、筋肉の名前も一生懸命覚えたのですが、アングルが変わったり動きがつくとさっぱり意味不明となり、挫折したというのが正しいですかね。これって私だけじゃなく結構あるあるだと思うんですけど、どうですかね。結論としては人による、絵柄によるではありますが、それではこの動画が成り立ちませんので、あくまで皆さんが絵に重きを置いているという前提で動画を進めます。2つ目の疑問、ポーズ人形で十分じゃない？最近のポーズ人形ってすごくクオリティが高いですよね。はるか昔はほとんど稼働しない木製のデック人形のようなものもありましたが、今は可動域の広いプラスチック製やこのようなシリコン製まであります。それに 3D のポーズアプリも進化していて、筋肉のリアリティまで再現されていますよね。このアートポーズというアプリは私もよく参考にしています。説明欄に URL を載せておくので、ぜひご参照ください。ですが、ポーズ人形や 3D アプリの弱点はやはり実物の実態には遠く及ばないことです。普通のタッチポーズなら問題ありませんが、動きとなると筋肉や骨の細かい動きの再現にテクノロジーがまだ追いついていません。なのでそのまま描いてしまうと少し不自然になってしまいます。最初にポーズ人形が出た時は、これでもう人体に悩むことはないとものすごく浮かれたのですが、ポーズ人形に頼り切ってアクションを描いていたら、読者さんたちから動きが硬い、下手くそともう散々なレビューをいただいた経験があります。そして特に 3D アプリは目的のポーズを取るために腕や足を細かく動かしていると結構時間を取りますよね。漫画やイラストを描く際、資料を見るのは基本中の基本とはいえ、同じものを何度も描いているのに、それでも見ないとうまく描けないってかなりストレスじゃないですか。
なのに周りの人は何も見ずにさらさらと人体を描いていて、それがまたへこむんですよね。そんな長年のストレスでひどいコンプレックスを抱えてしまい、2年ほど筆を折ってしまったこともありました。苦手意識が極限まで高まると、もう怖くて絵が描けなくなるんです。似たような経験、皆さんはありませんか？ポーズ人形や 3D アプリはうまく使えばもちろんとても便利なツールです。しかし私はそこに依存しすぎてしまったために悪い方向へと働いてしまいました。何事もやりすぎは良くないということですね。3つ目の疑問、美術解剖学はハードルが高すぎる？美術解剖学というと漫画やイラストというよりは本格的なアート、芸術的なイメージが湧き、敷居が高いと思う人も多いかもしれません。先ほどお話ししたように、私も美術解剖学は本当に才能ある人だけが学ぶものだと思っていたし、一度挫折をしましたので、どうしようかなと悩んでいた時に出会ったのがこの本、スカルプターのための美術解剖学です。この本はとても有名で、多分この動画を見ている中にもそれ自分も持ってるという方も多いと思います。これまでの美術解剖学の本ってこのように医学書に近くて、ほとんどが文字で説明されているので、理解するだけでも大変な根気がいるものでした。ですがこの本はこのようにほぼ全てを図解で視覚的に解説してくれているので、美術解剖学の入門書としてとても理解がしやすかったんです。そしてふと気づけば、数年前と比べて解剖学の 3D アプリもたくさん出ていて、今は昔と違って美術解剖学がかなり学びやすい環境になっていると気づいたんです。結論として美術解剖学のハードルは現在かなり低くなったと言えます。特に今の10代の方たちってめちゃくちゃ絵がうまいですよね。多分そういった資料の充実も影響しているんでしょうね。本当に羨ましいです。はい、それでは4つ目の疑問、美術解剖学を学べば人体がうまくなるのか？これはあれこれと説明するより、まず私自身の絵を皆さんに判断してもらった方が早いですね。こちらが美術解剖学を学ぶ以前に何も見ずに描いた人体の絵、だいたい2年くらい前の絵です。そしてこちらは勉強を始めて半年ほどの絵。この時点で上達を実感できて、自分では結構ウキウキしていたのを覚えています。そしてこれが現在の絵、勉強を始めて2年後の絵ですね。構造や筋肉をしっかりと理解し、シルエットの中身の立体、各パーツの流れとつながりを感覚で描けているのが伝わりますかね。そしてこれがアングルをつけた時の絵です。肩周りの構造を学ぶ前と学んだ後でこれだけの差ができました。美術解剖学を学ぶことの最も大きな強みは、アングルが変わってもデッサンが崩れにくいということです。構造や立体を理解すると頭の中に徐々に 3D モデルができます。そしてそれをくるくると動かしていけば、何も見ずに自由な動きやアングルが描けるようになるというのはもちろん理想の最終形態ですが、美術解剖学はその理想への大きな助けになると思っています。まあもちろん感覚だけで描けてしまう天才というのは存在します。ですが私を含めこの動画を見ている多くの方は決してその天才ではないと思いますので、感覚ではなく理論で理解したいという方には美術解剖学はとてもおすすめです。そして5つ目の疑問、筋肉の名前を覚える必要はあるのか？これはもう必要があると強く言わせてください。筋肉の名前ってとても複雑で堅苦しい上に数も多いので頭がこんがらがっちゃいますよね。でも数が多いからこそ一つ一つの筋肉を区別する必要があるんです。美術解剖学というのは分かりやすく言うと人体の地図なんですね。
ですので、どの筋肉がどの場所にあるのか、どのような形をしているのかは名前を頼りにすると覚えやすいんです。これは私の実体験ですが、筋肉の名前を覚えてあげると、その筋肉に結構愛着が湧いたりして、隣り合った筋肉も関連づけて覚えやすいんですよね。人間関係でもまず名前を覚えることからお付き合いが始まりますよね。例えば上腕二頭筋と上腕三頭筋はこのように上腕の前後につく筋肉ですが、上腕二頭筋は腕を曲げるための筋肉、そして上腕三頭筋は腕を伸ばすための筋肉です。つまりはお互いを支え合うかけがえのない存在。しかし2人が巡り合うことは決してない、盟友でありライバルなのであったのように擬人化して妄想したりしています。ちょっとバカバカしいように聞こえますが、こうすると愛着が湧いてもっと理解したい気持ちが増すので、結構おすすめですよ。絵を描く皆さんにとって妄想は得意中の得意ですよね。個人的に筋肉はもっと擬人化コンテンツ化されてもいいと思うんですけどね。そして最後の疑問、骨を学ぶ必要はあるのか。これも結論から言うとあります。美術解剖学を学ぶ理由って、そもそもかっこいい筋肉を描くのが目的だし、骨はいらないでしょう。そもそも筋肉を覚えるので精一杯だよと思う人が多いと思うんです。私もその一人で、とりあえず骨はいいやという気持ちで勉強を進めたのですが、筋肉だけを描こうとすると形や位置がどんどんずれてくるんですね。例えば脇の下というのは10個以上の筋肉が集中していて、とても難しいパートなのですが、骨を学ばずにこの部分を描こうとすると、脇の位置が上に行き過ぎたり下に行き過ぎたり、正しい場所がわからなくなるんです。この解決に骨の知識が役立つんです。なぜかというと、根本として筋肉は骨についていて、しかも正しい位置が全て決まっています。筋肉は動きによって伸びたり縮んだりと、位置や比率の把握がとても難しいのですが、骨は筋肉と違って常に形が固定していますので、大きな基軸となるのです。先ほど美術解剖学を人体の地図に例えましたが、筋肉が各過程の名前だとしたら、骨は〇〇通りといった通りの名前だと思ってください。ナビを使って目的の場所に行くとしても、家の名前だけではたどり着けませんよね。〇〇通りの〇〇番地という正しい情報が分かって初めて目的地にたどり着けるはずです。骨はところどころ皮膚の下に体表しているので、この体表部を目印にすると筋肉の場所やパーツの比率を把握しやすくなるんです。ですので美術解剖学を学ぶ際は、筋肉だけではなく骨からの理解がとても大切です。現在私は美術解剖学を進行形で勉強しており、そのまとめをピクシブファンボックスやパトレオンといった月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。このように筋肉と骨の基本や可動をパーツごとに分けてより詳しく解説していますので、もっともっと知りたいという方はぜひチェックしてみてください。以上、今回の動画をまとめますと、美術解剖学が必要かはその人とその絵柄による。ポーズ人形は便利だけど頼りすぎると罠がある。美術解剖学のハードルは昔と比べるとずっと低い。美術解剖学を学ぶとアングルの変化や動きの表現に強くなる。筋肉はきちんと名前を覚えた方がいい。関連付けて妄想すると覚えやすい。骨は人体のランドマーク。筋肉とセットで覚えようとなります。人体が描けなくて悩みに悩んでいる、理論で理解したいという方は、これを機にぜひ美術解剖学を学んでみてはいかがでしょうか。このようにこのチャンネルでは、あるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。
今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録とLIKEボタンを押していただけると、中の人のモチベーションがアップして次の動画につながりますので、どうぞよろしくお願いします。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。英語版も公開していますので、海外の方も字幕を参考に概要欄からチェックをお願いします。またこのチャンネルでは動画のアイデアとなるイラストとお悩みを随時募集しています。どうしても人体のこの部分をうまく描けない、苦手を克服したいといったピンポイントでのお悩み大歓迎です。ご希望の方は概要欄のリンクから募集要項をお読みの上、ぜひご応募ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。